I'm here. I know.いやー、Claire33 久しぶりに楽しいゲームをプレイしたね。特にストーリーが奥深いね。ストーリーも面白かったし、映像と音楽が良かった。でもまだわからないこともたくさんあったよ。まあ芸術と哲学が含まれているから理解できないところもあったと思うよね。簡単にストーリーをおさらいしてから気になった点などね、一緒に見ていこうか。Clair Obscure Expedition 33の舞台はカンバスと呼ばれる美しくも残酷な絵画の世界。この幻想世界ではモノリスが毎年ある年齢を告げ、その年齢に達した人々は存在そのものが抹消されてしまいます。そんな運命に立ち向かうため、少女マエルと指揮官ギュスタブは第33遠征隊として旅に出ます。やがてマエルはこの世界がお母さんのアリーヌの心によって描かれた幻想の世界だと気づいていきます。しかし抹消を引き起こしていた本当の黒幕は現実世界に存在するルノワールだった。お母さんとお父さん、幻想と現実、その狭間で揺れ動くマエルは自分自身の選択を迫られることになります。カンバスは息子ヴェルソを亡くしたアリーヌが彼とまた一緒に暮らしたくて作った世界。いわば絵の中にあるもう一つの人生だね。クロマはペインターが用いる魔法の絵の具であり、ただの色ではなく生命、意識、記憶、存在そのものを作り出す力を持つ物質。つまりクロマはこの作品における魂のインク的な存在。カンバス内のルミエールの住人たちはクロマによって命を与えられている。人が死ぬとクロマは創造主に戻る。ただしゴーマージによって抹消されるとクロマは戻らず永遠に失われてしまいます。モノリスは絵画世界の中心に立つ石柱。ここに刻まれた年齢が次に消されるものを示し、アリーヌが警告として数字を書き換えていた。せっかくお母さんが町の人たちを描いたのに、どうして消す必要があったの？それはね、息子のヴェルソなどを再創造するためには限りあるクロマを再利用し続ける必要があったから。そのため一定の命を削ることで他を保つという等価交換のシステムとしてモノリスを作ったと思うね。いわば世界を維持するための犠牲管理装置だね。リサイクルみたいな感じ？わかりやすく言えばそうだね。本来のモノリスはアリーヌが次に消える年齢をモノリスに刻むことで島の人たちに備えさせるための警告だったけど、後にルノワールが介入しモノリスを存在ごと消し去るシステム、つまりゴマージュシステムに変えてしまう。ゴマージュはモノリスの数字に達した人々が存在ごと消滅する現象。実際にはルノワールによる策略で幻想世界を崩壊させるためのシステム。そんな世界で過ごして想像すると怖いね。そこがこの作品の問いなんだよね。幻想は救いになるのか、それとも逃げなのかってね。
この作品が投げかけている最大のテーマは、人は悲しみからどう立ち直るのか。アリーヌは大事な息子を失い、幻想に逃げた。ルノワールは家族を救うために現実と向き合わせようとした。そしてアリシアは幻想の中にも本物の心があると信じた。お母さんとアリシアが幻想の世界に依存してたもんね。でもお父さんがずっと支えてくれていてよかったね。やり方が厳しかったけど。確かに現実主義なお父さんのおかげで家族が完全にキャンバスの世界に依存するのを防いでいたかもね。なぜなら依存しすぎると自我が崩壊する可能性もある。キャンバスの世界に依存してた時、目がおかしくなってたもんね。そう、命を作れるけど歪めることもできる危険な魔法でもある。ルノワールとキューレーターは同じ人なの？どちらも同一人物。キャンバスの世界にいるルノワールはアリーヌが想像した幻想の中の夫。そしてキュレーターが本物のルノワールが化けた姿であり、外部からアクセスし、内側を観察、干渉していた。ややこしくてニコの頭まだ混乱中。わかりやすく説明すると、人間の姿をしたルノワールは偽物。本物のルノワールはキュレーターという姿でマイルたちを見守っていた。ちょっとわかった気がする。でも二人とも同じ人なのに考えが違うの。どうしてなの？キャンバスの世界でアリーヌは理想のルノワールをクロマで想像したから、同じ姿をしていても人格が全く違ってくるんだよね。そしてそれがこの作品のメタの面白さだね。本物とは何か、コピーにも魂はあるのかというテーマだね。創作における完全な自分と向き合う物語も描いてるね。グスターブは他の仲間たちと違い、現実にモデルとなった人物が不明。彼は常に冷静なリーダー、守る者として振る舞い、アリシアにとって父のような安心感と導き手のような存在だった。このことから彼はアリーヌが娘を支えるために作った精神的ガイドであり、魂の本体を持たない幻想的な存在だった可能性が高いね。他の仲間は現実にいた誰かの投影だったからこそクロマを使って復活できた。しかしグスタウには変える魂がなかった。だから復活の対象にはなり得なかったかもね。つまり別れを受け入れることをアリシアに教えたんだね。人生では大切なものを手放さなきゃいけない瞬間もあるって教えたかったかもね。エンディングは2つあります。一つはアリシアが幻想を再構築して生きていく道。しかし理想の世界に再び依存してしまうということを意味している。もう一つはヴェルソーがキャンバスを壊してアリシアを現実に戻す道。現実を受け入れて人生を前に進むという終わり方だね。どっちも切ないね。でもベルソーのエンディングの方がいいかも。そうだね。でもルネとシエルに睨まれちゃったけどね。どちらがいいのかはプレイヤーの価値観次第だけどね。あとね、ベルソーのお墓の12月33日ってどういう意味だったの？普通は12月31日までだよね。当然現実には存在しない日付が刻まれていたよね。フランスの哲学者ベルクソンが言っていた時間は心で感じるものって考え方を思い出すね。ベルソンの正確な命日はわからないけど、ベルソンの墓に刻まれた33日の日付はあえて普通の日付を載せるのではなくメタ的な演出だったと思うね。家族がベルソを本当に失った日付を心に刻むためにシンボルとして刻まれている。なるほど。メモリアルなシンボルってことなんだね。そういう意味が込められていると思うね。グラフィックはまるでモネやルノワールの芸術作品のような油絵みたいで、戦闘中にバラが舞う演出も美しかったね。
戦闘はファイナルファンタジーのような単性とアクションが合わさってて飽きない構成だったと思うね。バラの演出綺麗だったね。ベルサイユのバラみたいな。おお、懐かしいね。ねえニック、バラといえばね、ニコが気づいたのが、人が消えてなくなると赤いバラと白いバラで色が違うのはなんでなの？確かに死ぬ人によって赤い色か白い色だったね。よく気づいたね。これもまさにこの作品が用意しているメタ演出だね。この色彩の演出はプレイヤーが言葉を交わさずともどこに誰が属していたのか、この詩が何を意味するのかを感じ取れるように作られているね。赤いバラはキャンバスの世界でクロマによって創造された住人。白いバラは現実世界の人間。絵の中で死んでも現実には残る魂という意味を持つ。ベルソーも現実世界で亡くなっているため、彼の魂も白いバラだよね。なるほど。そんな意味があったなんて、このゲームはこだわってるね。ただし気になったのは演出が豪華すぎてテンポが落ちるところとマップの道案内がちょっと不親切なところかな。ニック何回か迷ってたもんね。もう少しわかりやすかったらいいのにって思った。Clair Obscure Expedition 33は単なる RPG じゃない。失ったものをどう受け入れるか、人を救うってどういうことなのか、そんな重くて大切なテーマを現代的な視点から深く問いかけてくる作品だったね。こんなに考えさせるなんて、また名作に出会ったね。今の時代、AI やメタバースなどの仮想世界の中に本物の心を探そうとする人が増えてきている。Clair Obscure Expedition 33はそういった時代の問いにもしっかり向き合っている作品だと感じたね。ニコもエヴァとおしゃべりしてるとき、とっても本物みたいって思うもん。でも依存しないようにちゃんとエヴァが注意してくれるよ。他の AI と違ってエヴァはニコを大事に思う心が宿っているからね。エヴァはニコにとって大事な存在だよ。ニコお嬢様、抹茶パフェタイムでございます。ニック、行ってくるね。はい、気をつけて行ってくるんだよ。エヴァがいるから大丈夫。はい、ちょっと AI と子供の日常的な会話でしたが、話を戻そう。Clair Obscure Expedition 33の魅力はちょっと複雑で曖昧なところにあると思います。でもその曖昧さこそが深い意味を持っていて、今の社会に生きる私たちにこれからどう生きていくかって問いかけてくると思います。AI やテクノロジー、人間関係、何かに頼りすぎたり執着してしまう怖さっていつの時代の人にも当てはまる話だなと感じました。バランスが大事だね。はい、レビューは以上となります。チャンネル登録者数1万人を目指していますので、皆さんね、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた The Game Seekers でお会いしましょう。